はい、どうもそうです。今回はですね、こちら南洋ブダイっていう食材ですね。それではまず捕獲映像からご覧ください。今日はですね、僕らが素潜り漁でメインとして、狙っている魚になります。で、南洋ブダイはですね、結構好奇心が強くて、こんな感じで、僕っていう異物が海底に落ちてくると、何あれみたいな感じで近づいてくるんですね。もちろん海底でね、ゴソゴソ動くと、うわ、怖って言ってみんな逃げちゃうんですけど、もうじーっとしてるとね、のそのそ近づいてくるんで、そこを狙っていくっていう感じですね。なんか白い泡みたいなのが立ってるんですけど、あれ全部南洋ブダイの下痢です。彼らはね、ずーっと下痢をまき散らしながら泳いでます。かなり大きな群れですよ。さて、息を潜めて、とりあえず待っていきましょう。ヒット。こんな適当に打って頭に命中することなんてなかなかなくて、ちょっと慣れてきたんじゃないかなって思ったんですけど、次の日ね、だいぶ悲惨でした。はい。水中だとね、これ結構小さく見えるんですけど、手元まで手繰り寄せてくると結構ね、大きいですよ。シャフトもね、結構ちっちゃく見えると思うんですけど、大体日本人男性の平均身長と同じぐらい、170センチありますからね。さて、足で挟んで動きを封じて、脳天締めをしていきましょう。こいつはね、噛まれたら結構やばいんで、噛まれないように注意しながらやっていきます。それでは、陸に戻って、さばいていきましょう。はい、ということで今日はですね、南洋ブダイなんですけども、この魚、よくね、青ブダイと勘違いしてる人がいるし、で、実際にね、現地の人も青ブダイとか呼んでたりするんですけど、全くの別種です。青ブダイは感度にパリトキシンっていうフグ毒のテトロドトキシンの10倍の強さって言われてる猛毒を持ってて、商品価値のない魚なんですけども、南洋ブダイはもうブダイの中の最高峰の魚です。もうかなりのね、高級魚ですね。はい、という感じで、それでは早速観察していきましょう。これ僕の手と比べても分かると思うんですけど、結構でかいんですね。 5.3 キロあります。で、南洋ブダイの特徴はおそらくこのおでこですね。ここが弦ので叩かれたみたいな形をしてるから、沖縄の人とかはね、弦ナーって呼んでますね。で、ここがね、ブヨンブヨンなんで、後でね、切り取って食べてみましょう。よくわかんないですけど、ちっちゃい牙がありますね。体が青いだけじゃなくて、歯までね、真っ青なんですよ。すごいですよね。ちなみに南洋ブダイは大きくなると、メスからオスに性転換する個体で、小さい時はコブがなくて、大きくなるにつれてコブが出てくるんで、コブを持った個体はオスっていう風に言われてますね。でね、南洋ブダイと青ブダイ全く見分けつかない人がいると思うんですけど、尻尾を見たらすぐわかります。南洋ブダイはこんな感じで、長いね、ヒラヒラってしたところがあるんですけど、青ブダイはね、ここがね、ヒラヒラがなくって、普通の魚の尻尾の形してます。だからここがね、一番見分けやすいと思う。はい、ということで今日はですね、刺身と天ぷら、こちらの2品を作っていこうかなと思っております。それではさばいていきましょう。今日もね、すき引きでいきます。で、まずね、ヒレを落としていきましょう。すごい、めちゃくちゃ綺麗。アクセサリーになりそう。生臭いアクセサリーね。で、腹びれも落としていく。そして背中。待って、めちゃくちゃ綺麗なんだけど、本当にアクセサリーになりそう。生臭いね。はい、それではヒレを取り終わったところですき引きをしていきましょうか。これ南洋ブダイね、普通に鱗かきとかで取るとマジで大変なんだよね。すき引きでやるとこれ包丁の切れ味がめっちゃ落ちる。よし、こっちが早送りいきましょうか。包丁の切れ味がめちゃくちゃ悪くなったんで、顔はね、手で剥げます。めっちゃようくっついてんな。
ほらこういうのが入ってる。いいでしょう。はい、それでは鱗を落とし終わりました。ちょっとねすき引きでやったんでだいぶ白くなっちゃいましたね。で取った鱗ねちょっとだけね揚げて食べてみようと思います。はい、それではですね頭を落としていきましょう。これねお腹の中が下痢がたっぷり入ってるんで、もう腸を割らないように超気をつけていきます。おもんな。よし行きましょう。これ優しくね、ここ優しく優しく優しく。ほぼ力入れてないのに肝臓切れた。よし、それじゃあ反対側。さて優しくいきますよ。優しく。切れるなよ内臓と。背骨をこうやって外して、よし、なんとか腸が破れずに取れましたよ。いきます、オープン。うわー破れた。ブダイにしては臭くないぞ。引きちぎります。よし、さて身を避難させたところで内臓をね見ていきましょうか。これ肝臓ねすごいわ。脂乗ってる。ギトギト。フォアグラみたいだな。ただ肝臓はシガテラに当たる可能性が高いんで僕はやめときますね。でちょっともう下痢がね崩壊を始めてるんですけども、その下痢をねやっぱみんなにね見せたいよね。みんな見てくれ、これが下痢や。でちなみにすっごい下痢なんですけど、お腹壊してるんじゃなくってもう常にこの魚は下痢してます。でびっくりしたのがブダイの下痢ってものすごい臭いんですけど、この南洋ブダイはね臭くない。いや臭くないは言い過ぎだけど吐き気を催さない。まあ控えめな臭さですね。はい、それでは避難させておいた身をねきれいにしていきましょう。でまずねお腹開きます。肛門から包丁入れていって、でこの浮き袋をバリバリと剥がしていきます。結構痛いな。手袋してやった方がいいと思う。でこの血合いをささらで洗い流していきます。ほらー。はい、ということで下処理が完了ですね。ということで頭をね処理していきましょう。出ました、でかい。まずはですねここのくちばしのところにハサミを入れていきます。ここをねバシッと切っていきます。これ何かっていうと包丁を入れる入り口ですね。はい、それではやっていきましょう。あ、忘れてた。ここ切ってみたかったんだね。完全に忘れてたよ。じゃあちょっと切ってみますか。どうなってるのか。脂肪なのかゼラチンなのか。いきます。あ、そういう感じか。一応ね骨に沿って切ってるんですけど、うわ、なんだこれ。これは身だな。すごっ、プルンプルン。何これ。中身にゼラチンみたいなの入ってましたね。うわー、なんかグロい。はい、それでは続きをやっていきましょう。これね今ねここ包丁が止まってるんですけど、ブダイってねこのほっぺの辺にねもう一個歯があるんですよ。でそれがね今つっかえてるところですね。ちょっと割るの大変そうなんで力技でいきます。これ音わかる？カンカンって言ってるの。歯を避けながら、よしいいでしょう。よし、一旦洗いましょうか。てかこれ血じゃないわ、ブダイの筋肉だわ。めっちゃ赤いぞ。はい、見えてきました。アップしましょうか。これ見てください、歯がありますよ。外してみます。はい、これが歯ですね。すごくない？これブリーチのアランカルみたいじゃない？伝わるのかな、ブリーチのアランカルとか言って。悪魔みたいな歯してますよ。これ噛み合わせこんな感じ。ゴリゴリやるのかな、よくわかんないけど、前の歯でサンゴを噛み砕いてこれでさらにすりつぶすって感じかな。すりつぶす系の歯だねこれは。まあ他の魚だとウツボとかも2つ歯を持ってます。心臓が出てきました。すごい血がにじんでる。割れた。で最後ねエラもちぎっていきましょうね。何が何やらわからんねこれ。はい、エラが取れました。で血を洗い流したら下顎をこうやって外していきます。めちゃくちゃ切れ味悪くなったな。
はい、それでは3枚おろしていきましょう。まずは皮に切り込みを入れていきます。鱗が残ってるね。めっちゃ皮柔らかいんだけど。スッて包丁が入る。ヒブダイとかすごい皮硬かったイメージあるんだけど、このブダイめちゃくちゃ皮が柔らかいぞ。びっくりした。これ切りましょうね。これね、骨硬そうだね。いけるかな。まあいけるでしょう。あ、いけた。身はね、こんな感じですね。さすがに身までは青くないですね。ナポレオンフィッシュとかね、長ブダイはね、身まで青かったりするんですけど、南洋ブダイは身は全然白いですね。綺麗。柔らかいな。マジでね、柔らかい。背骨までいったらちょっと傾けてね、カリカリってやって、こっち側はアンパイにハサミでいきましょうね。ハサミがね、なんだかんだね、すごい楽なんですよね。骨もね、ちゃんと白くて綺麗ですね。骨までちょっと青いのかなと思ったんだけど、あとめっちゃ血抜きしたのに案外血管普通に血が残ってますね。はい、次は腹骨ですね。この腹骨はなんか取りやすそうだな、見た目。もうちょっと残ったな。へえ、すごいわ。南洋ブダイの腹骨面白い。今こんな感じでくっついてたんですけど、腹骨ってね、ここに1,2,3,4って何本か入ってるんですけど、まあ大体ね、ここの長さって一緒なんですね。なんですけど、見て、ここだけめっちゃ短い。そう、ここで終わってるんだよね。骨がないんでこうやって残っちゃいましたね。たまたまだったんかなと思ったんですけど、反対側もしっかりここしか骨がないですね。面白。はい、そしたらですね、内臓に触れてた部分、この白い部分は匂いがあるんで、中指と薬指でね、押し上げてあげて、こうやってなるべく薄くね引いてあげます。超やりづらい。はい、そしたら次はこの真ん中に入ってる中骨をね取っていきましょう。あれこれ3本ぐらいしか入ってないな。1,2,3,4、ここの4本しか入ってないのよ。こんだけ中骨少ないんだったら骨抜きで取っていきます。ここの断面にね骨が残ってるんで、ここをねしっかりと取っていきます。だいたいね2本ぐらい残ってますね。ここはよし、大きい骨だな。硬い。まあ取りやすい方の骨ですね。で、骨抜きするメリットなんですけど、包丁で取るとね、中骨と一緒に身までね切り落としていかなきゃいけないんですね。ただ骨抜きだったらその分身が残るっていう、高級魚とかで刺身を作りたい時とかはもったいないんで、なるべく身を残すために骨抜きはした方がいいかもね。はい、それでは骨が取り終わりましたと。ブダイは顔がちっちゃいんでね、すごいぶどまりがいいですね。いっぱい身が取れる。それではまず天ぷらカットしていきましょうか。まずは半分に、よいしょ。ちょっとね、完全に俺の好みなんですけど、天ぷらってなんか長い方がテンション上がんないですか？ちょっと長くしましょうね。こんぐらいにしよう。こんぐらい長いっていいでしょう。これをこっち向きに切る。ほら、長い。めっちゃ良くない？いや、いい感じだわ。ちょっと塩振っときましょうね。ちょっとね、なんとなくなんだけど、水分を少しだけ出した方が美味しい気がする。塩振ると浸透厚さで水分がね表面に出てくるんですよ。水分が出てくると少しだけ待っていきましょう。で、その間にちょっとやっぱ天ぷらするんやったら野菜も欲しいなと思いまして、かぼちゃとなすび、これもね天ぷらにしていこうと思います。このかぼちゃはね友達からもらったんですけど、何のかぼちゃかは分かんないです。とりあえずかぼちゃです。さて洗っていきましょうか。
ちょっと初見すぎてこのかぼちゃの切り方が分かんないんですけど、とりあえず適当に切って、おお、見て中身めっちゃ綺麗。びっくりした。とりあえず半分に切ろうかな。硬っ、すごいメロンみたい。じゃあこれをまたね半分に縦切っていきますと。これどうやって取るんだ。スプーンか、スプーンだね。いやでもかぼちゃとかマジで1年ぶりぐらいに食うかも。あんまり食べる機会ないもんね。めっちゃ綺麗に取れた。めっちゃ綺麗に取れるやん。うわ、スプーンすげえな。硬いんじゃ。おお、そしたら天ぷらサイズに切っていきましょうか。買ってこれ。すんげえ量だなこれ。てんこ盛りやな。とあとなすびですね。いや、なすびはねやっぱこう切り目を入れてみたくなるよね。はい、そうこうしてるうちに水が染み出してきたんで、これをちょっと拭いていきます。なんか思いのほか出てこなかったけどね。はい、それでは天ぷら食材が揃ったところで天ぷら粉を溶いていきましょうか。はい、そしたら適当に水を入れていきます。入れすぎた？入れすぎてない？結構入れて大丈夫ですね。こんなもんかな。はい、それでは油の準備をしていきましょう。それでは揚げていきましょう。わ、ちょっと早かった感が否めないんだけどいいやろ。さてさて、魚もやっていきましょうか。おお、ぶね、めっちゃ滑った。焦った。めっちゃくっついてる気がするんだけど大丈夫かな。全部つながってるわ。あ、折れた折れた。こいつらは結構くっついてるね。離れろ。よし。はい、最後鱗ですね。いきましょう。わ、めっちゃ飛び散る。よし、いいかな。はい、OK。はい、そしたら刺身を切っていきましょう。まず半分にねしましょうかね。でこれもまた半分にしましょう。はい、そうしましたら皮を引いていきましょう。こっちからいこうか。いやー、むずいなこれは。このままだとまだ大きすぎるんで、ちょっと半分に切って、でさらに半分に切っていきましょうか。身からなんか出てきた。寄生虫？うわ、寄生虫臭いな。はい、何これ。何でしょうこれ。何これ。血の塊かな、それとも寄生虫？怖っ。ちょっとね、疑惑の場所は外しときましょう。うわ、まだ出てくる。何これ。寄生虫なのかな。はい、それでは気を取り直してカットしていきましょう。はい、そしたらラスト料理、青ぶだいのおでこ。天ぷらはあんま美味しくなさそうだったんで茹でることにしました。ちょっと白くなってきた。よーし、いい感じ。いい感じかな。とりあえずできました。はい、それではようやく完成しました。いただきます。じゃあまずは刺身からね、いただきます。
特にねブダイっぽい臭みとかもないし、味もねすごくいいですね。ちょっとやっぱりね大きすぎるんで食感はね若干の筋がある感じで、そんなに俺好きじゃないですね。まあでもね普通にうまい。多分ね2キロ3キロぐらいのが一番美味しいんじゃないかな。まあでも普通にうまいね。はい、そしたら天ぷら行ってみましょう。天ぷら楽しみだよ。でね、ちょっとね天ぷら行く前に一つ言いたいんだけど、本当はね天つゆ買ってきたんだけど、見てこれ天つゆにさ栓抜きないとさ抜けないやつつけるってマジありえなくない？しかも元で売ってたのこんな感じよ。これはねマジで切れそうだった。今の時間店閉まってるから、スーパー7時半に閉まるから。天つゆ食べたかったのに今日はね塩でいきますよ。ふわふわで美味しいわ。なんか他のブダイと比べてすごい柔らかくて、もう口の中でほどけるような感じ。めちゃくちゃ美味しいわ。でちょっとかぼちゃもいってみる。あれ長いかぼちゃね、面白い。普通にかぼちゃなんだ。甘さ控えめなかぼちゃって感じ。はい、では鱗いってみましょうか。どうでしょうね。この鱗ね普通にいけるわ。骨せんべいみたいな感じなんだよね。ただ魚の身と違って味とかはないんで、無味の骨せんべいって感じだから、骨せんべいの方が美味しい。全然。でもつまみとしてはねこれ全然美味しいと思う。俺これはねみんなもやってみてもいいかもね。まあブダイをさばく機会はそんなあるか知らないけどさ、美味しいわ。さて問題のおでこですよ。これはね何がいいかな。塩でいきます。いただきます。どうしよう、何にも例えが思いつかない。牛すじとか近いかもね。牛すじだ。味のない牛すじって感じですね。中心部がなんかまた透明っぽい感じの違う感じだったじゃないですか。中心部はすごいドロドロぐちゃぐちゃって感じかな。外側は牛すじみたいな感じ。美味しくはない、でもまずくもない、そんな感じの味ですね。ただちょっとね一度食べ出すとちょっとハマるね。美味しくはないけど変な味。今ねナスビ食べてたんだけど、塩で食っても全然うまくね。これ悲しい、めちゃくちゃ悲しい。天つゆで食べたかった。もう一回これの文句言おうかな。これねこうやって俺普通に開けたの。普通に開けたらここ分解したからね。はい、それではごちそうさまでした。いやーなんかね僕そんな普段ねイラッとすることないんですけど、今回の天ぷらもう正直ね天ぷら食べるの俺もうなんなら半年ぶりぐらいだったわけよ。それでさもう野菜も買ってきてめちゃくちゃ楽しみにしてて、で食べようって思った瞬間に開かないっていうね。あんまり怒ったらダメですね。はい、まあそれは置いといてですね、まあ内容部ではですねもうすごいねさっぱりしてて癖もなくてなんか高級魚っぽいような、味わいですね。で揚げるとすごいね、なんかブダイって結構食感が強いイメージなんですけど、内容部ではね結構ね柔らかい。そこもね高級魚っぽいなと思いましたね。まあさすがね人気の食材といった感じでしたね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは今ね次の日の朝で味噌汁作ったんですけど、びっくりした。めちゃくちゃうまい。